スーパーの買い物袋の中身が変わるかもしれませんね。政府は今、食品の消費税率を 1% に引き下げる検討を進めています。減税で食料品は安くなるはずですが、実は懸念もあります。売上が減ってしまう中小零細農家への影響が心配されているのです。そこで検討されているのが農家への給付金という選択肢です。消費税の引き下げによって生じる売上の減少分を直接的な支援でカバーしようとする考え方です。なぜ消費者が恩恵を受ける減税なのに農家への支援が必要なのでしょうか。そこには複雑な仕組みが隠されています。本動画では自民党に提示された支援策の概要と今後のスケジュールについて詳しく解説します。では具体的な支援の内容を見ていきましょう。結論から申し上げますと、これは売上減少による収益を補填する仕組みです。背景には消費税減税によって農家の所得が減少してしまうことを防ぐ目的があります。まるでダムのように流出する資金を食い止めるイメージですね。次にどのような方法で支援が行われるのかです。政府は自民党に対しすでに今回の支援策の概要を提示済みであるとされています。支援方式は農家の売上規模に応じて支給される想定です。これは規模が小さいほど手厚く守るセーフティーネットのような役割を果たします。それではスケジュールについても触れておきましょう。詳細な支給額などは2026年末までに決定される計画となっています。具体的な支給額などの詳細な条件については2026年末までの決定を目指しており、その後の2027年度予算案の策定に向けて内容が固まっていく見通しです。皆さんにとって食料品の価格がどう変わるかは死活問題です。減税のタイミングによってスーパーでの買い物体験も変わってくるかもしれません。ここで一つ疑問が浮かびます。減税は嬉しいはずなのになぜ農家への支援が必要なのでしょうか。その答えは売上の構造にあります。それではいつ具体的に制度が決まるのか、そのスケジュールを見ていきましょう。まずはまるで迷路のような複雑な決定プロセスについてです。具体的な支給額などの詳細は2026年末までに決定する計画とされています。これは長いマラソンのゴールが見えるまで準備を続けるようなものです。次に予算としての動きについてです。背景には制度を確実に動かすための準備期間が必要という事情があります。2027年度の予算案編成過程でより具体的な内容が固まっていく見通しです。まるで設計図が完成してから建築が始まるような流れですね。ここで注意したいのが減税がいつ始まるかという点です。2026年8月説と来年4月説があり、情報の衝突が起きています。情報の時期が分かれているため、皆さんは少し混乱を感じるかもしれません。まるで天気予報が2つ出ているような状況です。こうした時期のズレは、私たちの生活に直結する重要なポイントです。減税による食品価格の変化を予測する上で、非常に大きな影響を与えます。それでは最後にまとめです。2027年度の予算編成が、この制度の実効性を左右する大きな分かれ目となるでしょう。食料品の値引きは、月々の買い物での数千円の差に直結します。しかし、その裏で農家の収入が減るリスクもこさんでいます。皆さんの家計はどう変わるでしょうか。消費税 1% への変更は家計支出の大きな割合を占める食品に波及します。価格低下という恩恵と生産体制の維持という課題が背中合わせなのです。家計の余剰資金が増えることは魅力的ですが、同時に物価の動向も注視が必要です。貯蓄を守るためには減税の影響を冷静に見極めねばなりません。安くなったとしても、それが必ずしも手元のお金が増えることを意味しません。減税と物価の動きが重なるとき、家計のバランスは複雑に変化します。食料品の値動きは私たちの生活の質を左右する重要な要素です。皆さんはこの減税案についてどのように考えますか。今後の見通しとして2027年度の予算編成が制度の実効性を決める大きな分かれ道となります。国の財政と食卓の未来は密接にリンクしています。詳細な支給条件は2026年末までに決定される予定です。約1年半後の動きが私たちの食生活のルールを書き換えるかもしれません。今すぐできることは日々の食料品価格の推移に目を向けることです。賢い家計管理のために制度の進展を継続的にチェックしていきましょう。食料品の価格変動は私たちの毎日の買い物に直結する大切な問題ですね。これまでの内容を振り返り、今回のポイントを3つにまとめます。1つ目は消費税が 1% へ引き下げられる検討が進められている点です。2つ目は売上に応じた農家への給付金についてですね。そして3つ目は2027年度の予算案の中で具体化される見通しであることです。制度の詳細は今後の動きが鍵となります。次の大きな分岐点は2026年末に制度の詳細が決定するタイミングです。それまでは食料品価格の推移を注視しておくことが大切ですね。
次回は物価変動が家計にどのような影響を与えるのかについて解説します。ぜひチェックしてくださいね。今回の内容が役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。